お前なんて生きる価値もないって。社会人になってから再会したこの男は学生時代の知り合いだ。昔から俺をバカにしてきた元同級生は大人になっても全く変わらない。嫌われ者登場、帰れ。バカにしたような声が頭の中に響く。また俺はこの男に人生を台無しにされてしまうんだろうか。嫌な思い出がよみがえり、嫌な汗をかいてしまう。しかし、この男が選ぶれるのも長くは続かなかった。俺の名前は島田信彦。繊維を得意とした専門商社に勤めている。大学を卒業して入社したこの会社も5年目に突入していた。しかし、今年の仕事は去年までとは違う。俺は昨年転勤の辞令を受け、地元に戻ってきたのだ。あまり変化のない地元に、俺は素直に気を落としてしまっていた。俺は大学進学後、一切地元に戻らなかった。帰省すらしなかったのだが、両親もそれを理解してくれている。今回転勤の内示を受けた時、地元の地名を見て一度は断った。少年時代を過ごした地元に戻ってくる気なんてさらさらなかったからだ。しかし俺の気が変わったのは所長の説得があったから。それがなければきっと俺以外の誰かに決定していただろう。まだ慣れない勤務先に向かう道には見慣れた景色が広がっている。毎朝の通勤が今年はやけに長く感じられた。早く新しい環境にも慣れなければならない。今日は引き継いだ営業先の挨拶回りだった。前任者からある程度の引き継ぎは受けているが、実際に訪問はこれからだ。俺は出社して一通りの準備をしていく。朝礼を終えて、俺はすぐに営業先へ向かった。前任者からの引き継ぎリストを見ると、一社だけ気になる会社があった。なぜかこの会社だけマーカーで塗りつぶした上に、さらに赤文字で要注意と書いてある。別に取引履歴には変なところは見当たらない。この資料だけではわからない問題があるんだろう。俺はこの取引先から営業に伺うことにした。取引先に到着し、受付で処理を済ます。受付の女性が応接室まで案内してくれる。俺はひとまず担当者に挨拶してからいろいろとヒアリングしてみる予定だった。前任者が書き込んだ要注意のメモ書きだけが気になって仕方がなかった。問題があるなら早めに解決してしまいたい。俺が名刺の準備をしていると部屋のドアが開いた。新しい担当者ってあんたかな。人を舐めたような口調の男が入ってくる。この男がこの会社の担当者なんだろうか。ビジネスにおける不適切な態度に思わず言葉を失ってしまう。黙ってないでさ、俺に用があったんじゃないの。あ、申し訳ございません。お初にお目にかかります。気を取り直し、目の前の男に名刺を差し出した。男は片手で受け取って、名刺と俺を交互に見比べ始めた。すると、突然、もしかして島田さ、俺のことわかんないわけと笑いをこらえたような声で言ったのだ。その笑いは明らかに好意的ではない。どちらかというと人をバカにしたような嘲笑だ。すみません、転勤したばかりのものですから。俺が頭を下げると、男は今度こそ笑い出した。何がおかしいのか腹まで抱えている。俺だって畑春樹だよ。その名前を聞いた瞬間に、俺は頭の奥に封印していた記憶がよみがえり、体が凍りついてしまう。畑春樹。俺の中学時代の同級生だ。この名前だけは忘れようがなかった。でも仲が良かったからじゃない。俺は
中学の頃、この男にいじめられていたからだ。マジで気づかないとかウケる。島田の会社ってマジでアホばかりだな。畑くん。俺が畑の名前を口にした途端、畑はいきなり怒鳴り出した。畑様だろ。何よお前、慣れ慣れしく俺の名前を口にしてんだよ。相変わらずバカなんだな。すみませんでした。反射的に頭を下げてしまう。あの頃からずっと畑の怒鳴り声が苦手だった。畑が怒鳴ると、それは俺にちょっかいを出す合図だったから。あの頃のこともあって、今この状況で何ができるのかわからない。心は中学の頃に戻ってしまったようだった。お前なんか生きる価値もねえよ。ああ、そうだ。畑は何か思いついたようにスマホを手に取り、スマホの操作に集中しだした。島田、今日はもういいわ。挨拶ご苦労な。帰っていいぞ。はい、ありがとうございました。顔合わせというには一方的すぎる時間だったが、俺はもうこの場所から帰りたくて仕方がなかった。前任者の引き継ぎ資料にあった要注意とは畑のことに違いない。畑の会社から逃げるように飛び出して営業車に乗り込む。この近くに公園があることを思い出し、俺は急いで車を走らせた。公園に着くと、俺は車のエンジンを止めた。俺が乗っている車は車用車だ。ドライブレコーダーが搭載されている。当然だが、俺の顔も撮られているのだ。今の自分を誰にも見られたくない。気づけば、俺はハンドルに突っ伏して泣いていた。中学時代、俺がいたグループはインドアなやつばかりで、休みの日は友達の家に集まってゲームをするようなおとなしい男子ばかりだったと思う。畑にとっては狙いやすい標的だったのだろう。ある日、クラスの席替えで、俺は畑の隣の席になってしまう。この日を境に、畑は俺に絡んでくるようになった。はじめはゲームを貸す程度の小さな要求が、そのうちお金を要求されるようになった。畑に絡まれるようになってから友達もいなくなり、お金を親の財布から盗んだことで、俺のいじめは親の知るところになった。俺はそれ以降中学には登校せず、高校は県外の学校へ進学。もう二度と地元に戻ることはないと決意して生きてきた。それなのに地元に帰ってきた途端、あの男と出会ってしまったのだ。転勤を受けてしまったことを後悔してももう遅い。これからのことを思うと憂鬱で仕方がなかった。その週末、食材や日用品の買い出しのためスーパーに来ていた。気がめいっていることもあり、必要な分だけ買ったら早く家に帰りたい。俺はスマホにメモした食材を順にカゴに入れていった。おーい、島田じゃないか。休日に一番会いたくない相手の声が聞こえた。生活圏が近いんだろうか。休日にも鉢合わせしてしまうなんて。引っ越したばかりだったが、俺は自分の引き合いの悪さを呪った。島田の隣には一人女性が立っている。女性の腕の中には小さな女の子が抱えられている。俺、もう結婚して子供もいるんだ。解消なしの島田と違ってな。俺のことは別にどうだっていいだろう。どうせお前、年齢イコール彼女なしってやつだろ。いや、そもそも友達もいなかったか。友達がいなくなった原因を目の前にして、俺は何も言えない。悔しくて仕方なかった。図星かな。おい、なんか言えよ。俺、忙しいから。おいおい、そんな口聞いてもいいと思ってんのかよ。畑がスマホを取り出して俺に見せてくる。そのスマホのディスプレイには俺の上司の名前があった。それは立てついたら上司に報告するという明らかな脅しだった。実はお前の上司の連絡先知ってんのよ。お前には誰が上なのかちゃんと教えておく必要がありそうだからな。
休み明けを楽しみにしていろ。畑はそのまま買い物に戻っていった。俺はどうしたらいいんだろうか。来週になればきっとまた問題が発生しているんだろう。休日だというのに俺は会社のことでいっぱいだった。家に帰宅するとバイブレーションの音が聞こえる。きっと会社の携帯に着信が入っているに違いない。急いでディスプレイを見ると所長からの着信だった。嫌な予感が胸をよぎる。はい、島田です。休みなのに悪い。お前今日仕事してないよな。ちゃんと自宅にいます。ならいいんだ。悪い内容じゃないけど来週はお前に話があるから。悪い内容じゃないと言われても休日にわざわざ連絡してくるほどだ。畑とばったり会ったこともあってネガティブ思考に陥っている俺は悪いことなんじゃないかと考えてしまう。早速月曜に所長と面談になったが、一体何の要件だろう。月曜日、朝礼終了後に俺は所長から会議室に呼ばれた。缶コーヒーを用意してくれていた所長からそれを受け取り、所長のタイミングに合わせて自分も蓋を開ける。日曜日、畑という男から俺にクレームの電話があった。俺がもう対応してあるから他の社員は誰も知らない。クレームの内容も子供じみた内容だったしな。所長は相変わらずの調子だった。余裕が感じられる対応だった。対応ありがとうございます。でもクレームはクレームだ。通常なら発生しないもんなんだよ。しかも日曜日に。何があったんだ？俺はうつむいたまま何も言えなかった。中学の頃の話なんて今更問題にできない。所長は俺に話す気がないのだと諦めたのか、椅子にもたれかかった。畑って男、お前の前任者も手を焼いていたよ。実は彼からのクレームも初めてじゃない。俺が顔を上げて所長を見ると、所長は腕を組んで笑っていた。俺の心から不安が少し和らいだ気がする。所長は席を立って俺の肩を叩いた。島田は俺が1年鍛え上げたんだ。心配はしてないが手に負えないなら俺に言えよ。所長はそう言って会議室を出て行った。そうだ。俺はこの所長の下で働きたくて今回の異動に踏み切ったんだ。この人がいなかったら俺はこの会社を退職していただろう。新人時代の俺にはこの仕事は過酷だったし失敗も多かった。同期の中でも一番評価が悪かったと自覚している。そんな俺に声をかけてくれたのが所長で、教育係まで引き受けてくれた。俺にはすぐに辞めてしまう悪い癖がある。嫌なことがあった時、すぐに逃げ出すのもいつもだった。こんな状態では仕事も続けられないのは当然だったんだろう。そんな俺が変われたのも1年間の所長の教育のおかげだった。その所長がこうして俺を励ましてくれたんだ。心にやる気が満ち溢れてくる。俺は缶コーヒーを飲み干して会議室を後にした。自分のデスクに戻って営業の準備を始める。今日の営業の1社目はもう決めていた。俺は覚悟を決めてネクタイを締め直した。所長にも今日の日程を伝えておこう。所長、今日の日程なんですが、一発目に畑さんの会社へ行ってきます。その後の営業予定はリストの確認をお願いします。俺は所長に営業リストを手渡した。久しぶりに全力で仕上げたリストだった。所長はリストに目を通し終えると、笑顔でそれを返してくれる。ここに来てから一番いい予定を組めているな。これで問題ないぞ。運転気をつけて行っておいで。はい、行ってまいります。カバンを手に取って俺は営業車に向かった。不思議と営業車も俺を待っていたかのように感じる。俺は車の扉を開け運転席に座ると車のキーを押し回した。いつもと変わらないエンジン音が俺を出迎える。目的地は畑の会社だ。
畑の会社に着くと、前回と同じ女性が対応してくれた。今回は応接室への案内もないようだ。女性はお待ちくださいとだけ言ってどこかへ行ってしまった。代わりに足音が近づいてくる。うわ、嫌われ者登場。いよいよ会社にも居場所がなくなったか。畑様、お世話になっております。ああ、なんだその態度。うざ。今日は社長にお話がありましてお伺いしたのですが。俺は一式の資料が入った封筒をカバンから出した。お前、笑わせんなよ。うちの社長がお前みたいなやつに会うはずないって。今回はアポイントも取っています。非常に大事な要件なんです。何度も言わせんな。お前んとこの担当は俺なんだ。そんな書類もいらねえ。一瞬のことだった。畑が手を伸ばしてきたかと思ったら、俺から書類を奪い取ったのだ。とっさのことで反応が遅れてしまった俺を尻目に、書類をビリビリと引き裂いていく。島田、お前はこの会社に出入り禁止にする。帰れ。それが御社のご意向ということでよろしいんですか？意向も何も、お前の持ってくる話なんかろくなもんじゃないだろう。わかりました。社長には交渉決裂とだけお伝えください。ああ、何かっこつけてんだよ、負け犬が。失礼いたします。今まで大変お世話になりました。俺は島田の会社から出て営業車へ乗り込む。畑の会社にだけ時間をかけている暇はない。次の営業先へ向かわなくては。今日はあと3社訪問しなければならないのだから。俺は気持ちを切り替えて次の目的地へ車を走らせた。それから1週間後、俺のスマホに着信が入った。相手は畑だった。通話を開始するや否や、いきなりスマホから怒鳴り声が聞こえた。おい島田、お前ふざけんなよ。発注した商品一つも届いてないぞ。それは当然でしょ。取引停止になったのですから。なんだと？聞いてないぞ。聞く耳持たなかったの間違いですね。私は説明にお伺いしましたよ。封筒を持って。封筒？あの時か。畑さんはご存じなかったようですが、弊社と御社では取引額について何度か交渉が行われていたようです。御社の業績が上がっていくにつれて、必要な商品の金額も上がっていく。今の契約内容では商品の仕入れに影響が出始めた。しかし、御社の経営はまだまだ安定していない。弊社としては契約金額の増加はできませんでした。ご存知ありませんでしたか？そんな、俺聞いてない。電話越しの畑の声は明らかに覇気を失い震えていた。見えないがきっと顔も真っ青になっているのだろう。しかし俺は淡々と話を続ける。弊社の前任者と御社の社長との間で何度も交渉が行われています。そこで妥協案として毎月予想される仕入れ金額を確認して契約条件を修正して契約し直す。お互いに手間でしたが、こんな方法をとっていたようです。私も先日その件でお伺いしたんですよ。前任者の引き継ぎ資料の要注意のメモにはこのことを指していたのだ。別途でファイルを用意して事細かに契約内容が残ってあった。そして今回その契約が更新されませんでした。畑さんに破かれてしまいましたからね。どうにかならないのか？私には何とも。書類ももうありませんから。要件はそれだけでしょうか。でしたらこれで失礼します。俺はさっさと電話を切った。畑に使う時間はもう残っていない。あと一つやり残しがある。俺はその日外には出ず、社内で事務処理を終わらせることにした。日も傾きかけた頃、俺に来客があった。来客室まで俺が向かうと、島田、今回は申し訳なかった。その来客とは、畑と畑の勤務先の社長、池田社長だった。畑、なんだその態度は。島田様、この度は大変申し訳ありませんでした。畑はともかく、俺は池田社長には初めて会う。俺は本題に入る前に名刺を差し出した。
池田社長、お初にお目にかかります。島田と申します。この前はすまなかったね。畑が君を追い返したんだと受付から報告を受けているよ。本当に申し訳なかった。社長が頭を下げる。隣に立っていた畑も慌てて頭を下げた。社長、頭を上げてください。それよりも本題に入りましょう。ただ謝罪に来たわけではないですよね。池田社長が頭を上げて一度咳払いをした。恥ずかしい話なんだが、契約を結び直したい。やはりそうですよね。しかし弊社としてはご協力いたしかねます。畑の肩がビクッと震えた。私は一度契約のために御社を訪問しています。しかも池田社長にアポイントまで取った上でです。そうだよな。池田社長はポケットからハンカチを取り出し、額の汗を拭った。部屋が静寂に包まれた。島田様、なんとかなりませんか。畑が絞るような声で訴えてきた。しかし何もかももう遅いのだ。どうにもなりません。自分で犯したミスでしょ。でもお前だって困るだろ。だってうちの会社の売り上げがゼロになるんだぞ。当然俺も同じことを心配した。営業実績を考えれば重要な顧客なのだ。前任者もこの問題があったから面倒くさい契約内容に切り替えてまで取引を続けてきたのだろう。私が畑様から追い出されてから御社以外の営業先を訪問しました。残念ですが結果的には御社と取引を続ける必要がなくなるほどの受注をすでに確保しています。もう御社とは取引する予定はありません。俺の言葉を聞いた瞬間、突然池田社長が立ち上がった。鋭い視線は畑へ向けられている。畑、お前はなんてことをしてくれたんだ。俺の会社はもう終わりだ。池田社長が顔を真っ赤にして怒り出した。この様子だと売上の話をすれば再契約できると踏んでいたのは池田社長も同じだったようだ。前任者にとっては畑よりもこの池田社長の方が要注意人物だったのかもしれない。島田、頼むって。俺はお前と違って妻も子供もいるんだ。わかるだろ。あいつらのためにも俺は働かなきゃいけないんだ。そう思うならもっとふさわしい態度で勤務に臨むべきでしたね。あくまで無表情で告げる。途端畑はその場に泣き崩れた。池田社長は何やらブツブツつぶやいているが、こちらとしては譲歩するつもりはなかった。申し訳ありませんが本日はお引き取りください。そしてそのまま二人は帰っていった。やっと終わった。肩の荷が下りた俺は大きくため息をついた。するとコンコンと応接室のドアが鳴り、所長が入室してきた。終わったのかな。所長、もしかして聞いてました？心配だったからさ。畑はともかく池田社長は前科ありだったから。前科？何ですかそれ。すごい嘘つきなんだよな、あの社長さん。特にお金に関しては。だから交渉になれば丸め込まれると思っていた。初めから交渉なんかする気は俺にはありませんでしたからね。そうか。さすが俺が鍛え上げた島田だな。とりあえずお疲れ様。書類残ってるんだろ。サインしてやるから早く仕上げろ。そうだった。残りの受注の処理をこなせば今月の売り上げは達成できる。本当に忙しい1ヶ月だったが、今日はゆっくりと眠れそうだ。その後、畑のいた会社は一気に業績が悪化し、異常な速さで倒産まで追い込まれたという。業績回復の見込みもなく、そのままなすすべもなかったようだ。社員たちがさっさと次の職場を探し回る中、畑も再就職を目指したようだが苦戦しているらしい。会社の倒産となったきっかけを畑が起こしたと奥さんにもバレて、家庭内でも当たりが厳しいらしいと風の噂で聞いた。そして俺は相変わらず尊敬する所長のもとで働いている。まだまだ所長からは学ぶことも多い。これからも精進していこうと思う。